日はですね、以前の動画で、フォレストサンズ長瀞っていうキャンプ場に行った動画があったと思うんですけども、そこのキャンプ場のオーナーさんがですね、しびれ湖のキャンプ場がすごくいいよって、おっしゃってまして、でずっと行きたかったところなんですね。そこにやってまいりました。しびれ湖、4つの尾っぽが連なる湖と書いてしびれ湖って読むんですけれども、ここがね、確かにすっごく静かなところで気持ちのいいところですね。で今これタープ張ってるんですけど、これ初おろしのタープですね。スームルームの、ネットですごく評判のいい TC タープですね。テクニカルコットンのタープなので、生地が厚めなのでね、影がすごく濃いです。夏にはもってこいのタープですね。こんな感じでセッティングいたしました。では食事の準備を始めていきます。今日がですね、ブイヤベースとそうめんということになっておりますし、謎の取り合わせですけど、やっぱこう夏場はね、とりあえずそうめん結構食べるので、ちょっとキャンプでもそうめんが食べたくって、作っていきます。あとブイヤベース、ブイヤベースって言ってもね、もうその正確なブイヤベースの定義っていうのはちょっと私よくわからないんで、とりあえずシーフードの入ったスープということです。シーフードと、あとトマトベースですね。トマトスープがベースとなった、とりあえずスープ。それを一応もうブイヤベースと言ってしまいますけれども、それはブイヤベースじゃないよっていうようなご意見は承っておりません。あしからずニンニク飛んだニンニクを刻んでいきましてね、とりあえずニンニク入れとけば美味しいのでね。でこれがですね、そのシーフードをね、シーフードミックスは買ってですね、もう簡単にシーフードの味にしようと思ったんですが、せめて一応ブイヤベースと名乗っている以上、何かちょっとこの白身魚とか何か入れようと思いまして、スーパーで物色していましたらカレーがありまして、カレーの切り身がね、ちょっとカレーをいってみたろうということで、鍋にオリーブオイル敷きまして、ニンニクでカレーを入れまして、一応この鍋はロッジの鍋ですね。ロッジの鋳物の鍋ですね。でカレー入れて、でこれはスノーピークのコンロです。いい音しておりますね。バチバチと言っています。でシーフードミックスもうこの辺ババーってぶち込みますね。もうこの時点でね、これは量が多すぎるなと思いましたけど、もう中途半端に残してもしょうがないんでね、シーフードミックスをね、もういっちゃいます。でガーッと混ぜまして、シーフードミックスってほんと便利ですよね。いいですね。で混ぜましてですね、ここに白ワインいきますね。白ワイン入れて、やっぱシーフードとやっぱ白ワインの相性、さすがに抜群でございます。でちょっと煮立たせてアルコール分を飛ばして、白ワインのうまみだけねいただくという。そして塩コショウを一応ベースで入れておきました。でトマト、これカットトマトですね。これ入れます。もうね、ニンニク、シーフード、白ワインでトマト、これも合わないはずのない取り合わせなのでね、
で一応ブイヨンですね。このブイヨンを入れることによってやっぱブイヤベース感を演出していくと。で火をちょっとこれ鋳物なんでね、そんなにガンガンやるというよりはちょっと弱火でゆっくりこの鋳物の全体に熱が伝わってですね、ゆっくりと調理していく。でみょうが、薬味の方を作っていきます。やっぱみょうがってこの子供の頃はみょうがの魅力なんて全く分からなかったですけど、大人になってからなんでしょうね、このみょうがというものの魅力。なんかよう考えたら変な味ですけどね。変な味なんやけどなんだかな。なんだかな。うまいですね。みょうが好きです。なんなのな。子供の時にもうみょうがなんてうまいとも何とも思わなかったんですけどね。それって何なんですかね。味覚が大人になったのか、それとも子供の頃の味覚の方が正しくて、大人になるとなんかもう味覚がバカになってきてうまいって思ってしまってんのか、それとも味覚が成長して多様化したのか。やっぱ性的なこともそうですもんね。なんか最初は普通の行為ですけど、だんだんね、遊んでいる人なんかはだんだん変態的な方向に行ったりする人もいらっしゃいますからね。みょうがの美味しさってやっぱちょっと変態的ですよね。でしそもね、しその香りも素晴らしいですね。でもかといってでもしその香りは割と子供の頃からね、なんか美味しいなって思ったりもしてましたけどね。でしそっていうか関東の方では大葉というんですね。みょうがと大葉の取り合わせで、実はですね、おネギももう切られてる、みじん切りにされてるおネギをスーパーで買ってたんですけども、この時すっかり忘れておりまして、クーラーボックスの中に眠っております。この日はもう使うことがありませんでしたね。残念。さあブイヤベースもどき開けて、やだ、うまそうです。ちょっとね、赤みがちょっとこのクリーミーな感じになってたのは多分オリーブオイルが乳化したんだと思いますね。乳化してちょっとピンクっぽく色がなってます。ちょっとアルコールランプの方で、こっちのこのブイヤベースもどきのやつはちょっと保温しておきまして、コンロの方ではそうめんのお湯を沸かします。アルコールランプいいですよね、なんかね。でお水をバーッと入れまして、ちょっとほんまはもう水道の水で十分なんですけどね、ちょっともうこの日そんなにもうお水を使う予定もなさそうだったんで、もうペットボトルの水いってしまいました。ちょっと贅沢をしてしまいました。ブイヤベース的なものをちょっと味見していきましょうか。ほらちょっと色がなんかね、ピンクというかちょっと白っぽいですよね。気持ち悪いですね。笑ってますね。さあめんつゆ、
これって確かね4倍濃縮だったと思うんですけど、まああんまりもう気にせずね、どうせ氷が溶けたりもしますんで、僕薄いそうめんのめんつゆすごい嫌なんで、だったらもう濃いぐらいの方が好みなのでいいです。でこのラージメスティン、大きいサイズのメスティンがこのねそうめんイボの糸にぴったりだったんですよね。シンデレラフィットイボの糸。そうめんはもうすぐ湯がけるからいいですね。さあまあ1分ぐらい湯がいて、でね、残念ながらこの日お箸を忘れたことに気づきまして、もうしょうがないからトングと、でこれフォークでこのパスタ的にいただきます。